私のターン。ドロー。カーフェルの港をタップイン。ターンエンドですわ。私が選んだのは亡者の石膏。統率者は変質的な理論家ミルコ。今回のセットの中で唯一黒を含む統率者ですわ。重宝を行うたび11カウンターが乗って終了ステップに墓地からミルコより小さいクリーチャーを引っ張り上げることができます。黒色らしい墓地利用デッキですわ。サイズアップしつつ墓地を増やして大型クリーチャーを引っ張り上げて勝利を目指します。アッシュのターン。ドロー。奔放の神殿タップイン。戦術位置はライブラリの底に。ターン終わり。アッシュが選んだのは完璧な偽装。統率者は林間の目。カースト2マナに2。ナヤカランの統率者だよ。コストが軽く初動が早いのがいいよね。裏向きクリーチャーを多用するデッキで表向きになるコストを踏み倒しつつドロー能力もあるから序盤からどんどん攻めていきたいね。裏向きデッキらしく張ったりをかけたりして楽しくなりそうだね。私のターン。ドロー。海辺の城塞。タップイン。ターン終了です。私が選んだデッキは数々の手がかり。統率者は地下界の探偵モルスカ。バントカラーの3マナニーさん。手札上限がなくなる統率者です。調査を行い手がかりを集めて利用するデッキです。各ターンに2枚目をドローすると11カウンターが2個も乗るので想像以上に大型クリーチャーに成長すること受け合いです。万世型な展開デッキですのでしっかり地盤を固めて後半に備えていきましょう。僕のターン。ドロー。脱出トンネルをプレイ。早速生贄に捧げて基本土地を1枚タップイン。平地にするのだ。ターンエンドなのだ。僕が選んだデッキは責任転嫁。統率者は衝動的な告発人メリー・ボルカ。4マナ警戒24。オロスカラーの統率者なのだ。ボルカが攻撃するたびクリーチャー1体に容疑をかけて容疑がかかってる全てのクリーチャーを死装するのだ。死装されてなくても対戦相手が対戦相手に戦闘ダメージを与えると1枚引けるので凄まじいドロー性能を備えているのだ。死装しまくって盤面を荒らしまくってやるのだ。私のターン。アンタップ。ドロー。セットランド。島。2マナーアーティファクト。威圧のタリスマン。青マナ出して1点ダメージ。1マナ。思考つなぎの幻。情報を行うと11カウンターが乗って3個以上あると防衛を無視して攻撃できるようになります。ターンエンドですわ。アッシュのターン。アンタップ。ドロー。森を出していくぜ。2マナ統率者。林間の目。カースト出して終わりかな。私のターン。アンタップ。ドロー。島をセットして1マナーアーティファクト。太陽の指輪。2マナクリーチャー。エルドアルの将校。私の1回目の調査は追加でもう1回行います。順調なスタートじゃないでしょうか。終了です。僕のターン。アンタップ。ドロー。山をプレイ。2マナーアーティファクト。精神石。ターンエンドなのだ。私のターン。アンタップ。ドロー。くぼみ渓谷をタップイン。行きますわよ。3マナ統率者。変質的な理論家ミルコ出してターンエンドですわ。アッシュのターン。アンタップ。ドロー。森を出して変異能力。3マナで裏向きの2にクリーチャーを唱えるぜ。変異。4時。喧騒。偽装と裏向きなるのは4パターンあるからどの能力で裏向きになるか注意が必要だよ。ターン終わり。私のターン。アンタップ。ドロー。産業の塔をセット。私も行きます。3の2統率者。地下界の探偵モルスカ出してターン終了です。僕のターン。アンタップ。ドロー。スコフォスの迷宮をプレイ。僕も出すのだ。4マナ統率者。衝動的な告発人ネリー・ボルカ。ターンエンドなのだ。私のターン。アンタップ。ドロー。セットランド。涙の川。3マナクリーチャー。死の達人。戦場に出た時諜報にを行います。ライブラリトップ2枚。チラチラ。墓地に送らず順番変えてライブラリトップに戻します。諜報を行ったのでミルコと思考つなぎの幻に11カウンターを1つ。コンバット。飛行警戒にイオンのミルコで済んだもんに効果しら。僕以外に戦闘ダメージ与えるとドローできるのだ。薬発無理さんに流されやがって。統率者2点ダメージ。戦闘ダメージ与えたので僕とメタンは1枚ドロー。このドローはありがたいですわ。待機録2マナ。時の見張り。時間カウンターを6個置いて追放。私のアップキープに1個ずつ減って0になるとノーコストで唱えることができます。ターンエンドですわ。アッシュのターン。アンタップ。ドロー。コンバット。僕以外に戦闘ダメージ与えるとドローできるのだ。豆がささやきやがる。お返しでメタン先輩に変異にで攻撃かな。露骨に怪しすぎますわ。死んでも手札に戻せる死の達人31でブロックします。カースト。タップ能力を起動。裏向き攻撃クリーチャーを1体対象として表向きにするよ。オープン。じゃじゃーん。真珠の達人でした。表向きになった時2に修正。ドローもできなかったしこの攻撃失敗だったかも。また変異能力で3マナ裏向き22を唱えるよ。獲物道をタップイン。ターン終わり。私のターン。アンタップ。アップキープ。モルスカが誘発。調査を行います。手がかりトークンを1つ生成。1回目の調査は追加でもう1回調査を行うのでもう1つ手がかりトークンを生成。ドローステップ。ドロー。芳醇の神殿をタップイン。戦術1。そこにします。2マナ起動。手がかりトークンを生贄に捧げガンドロー。モルスカ誘発。2枚目のカードを引いたので11カウンターを2つ乗せます。コンバット。僕以外に戦闘ダメージ与えるとドローできるのだ。
もうわかりましたから、4号統率者で紬さんに行ってみましょうか。これは任意全クリーチャーでブロックだね。裏向きクリーチャーが戦場を離れるとき、表を公開して適正なプレイだったことを証明しないといけないよ。じゃじゃん、遠路の伏兵でした。ターン終了です。僕のターン、アンタック、ドロー、Hをプレイ、2マナーアーティファクト、友なる石、3マナーエンチャント、密輸人の分け前、各終了ステップに対戦相手が2枚以上引いていたら僕もアンドロー、対戦相手が土地を2枚以上出してたら僕は宝物を生成、ボルカとも相性がいい、強いカードなのだ。コンバット、ミリオンボルカで紬に攻撃時の誘発、対象1体に容疑をかけるのだ。モルスカを対象に、お前が犯人だ。容疑がかかったクリーチャーは2体以上にしかブロックされない威迫とブロックできないの能力が付与されるのだ。そして容疑がかかった全てのクリーチャーを死走するのだ。死走は僕以外のプレイヤーを攻撃しないといけないのだ。統率者2点ダメージ、いてて。ターンエンドなのだ。私のターン、アンタップ、アップキープ、時間カウンターを1つ取り除きます。1個取り除くたび重宝位置を行う。ライブラリトップ1枚チラリ、さっき見たやつですわ。そのままで重宝を行ったので、ミルクと思考つなぎの幻に1カウンターを1つ、死の達人を1点支払い、墓地から手札に戻します。ドローステップ、ドロー、セットランド、汚れた島、3マナクリーチャー、死の達人、戦場に出た時重宝2を行います。トップのままで重宝を行ったので、ミルクと思考つなぎの幻に1カウンターを1つ、コンバット、46飛行統率者と防護でズンダモンに攻撃。やめるのだ。僕以外ならドローできるのだ。攻撃通せる時に通さないと切れられなくなりそうですから、ターンエンドですわ。アッシュのターン、アンタップ、ドロー、土地が欲しい。コンバット、22で、ゆかりさん、攻撃通させてもらえないでしょうか。土地詰まってるってやつなのかな。しょうがないな。戦闘ダメージを与えたので僕と紬は1枚ドロー。ダメだった。またまた変異で裏向き22を唱えるよ。1マナアーティファクト、身代金要求、戦場に出た時重宝位置を行うよ。ライブラリトップをちらり、愛目の生き残りだったので墓地に送ります。ターン終わり。終了ステップに2マナ、手がかりを生贄にワンドロー。密輸人の分け前、このターン紬が2枚引いてるからワンドロー。ターンいただきます。アンタップ、アップキープ、モルスカが誘発、調査を行います。手がかりトークンを1つ生成、もう1つ手がかりトークンを生成。ドローステップ、ドロー、平地をセットして4、7クリーチャー、鍵回る探偵、ソフィア、戦場に出た時、22トランプルのワンちゃん生成、2マナ起動、手がかりトークンを生贄に捧げ、ワンドロー、モルスカ誘発、2枚目のカードを引いたので、11カウンターを2つ乗せます。コンバット、偽装されてる67威迫のモルスカで、メタンさんに。威迫ですか。そうですか。通します。僕とゆかりはボルカドロー。ターン終了です。モルスカの隠された能力、私の手札上限はなくなってます。密輸人の分け前、ゆかりが3枚引いてるからワンドロー。手札をはうは幸せなのだ。僕のターン、アンタップ、ドロー、Hをプレイ、3マナエンチャントオーラ、飛行の推進力、メタンの思考つなぎの幻にエンチャント、22修正と思想されて攻撃するたび僕は宝物1つ生成、2マナエンチャント、白熱する追跡、戦場に出た時メタンのミルクに容疑をかけて思想するのだ。コンバット、ミリオンボルカでメタンに攻撃誘発、1体に容疑をかけるのだ。死の達人、お前が犯人だ。容疑がかかったらブロックできないから攻撃が通るのだ。そいつはどうかな。3マナ瞬足クリーチャー、断末魔の幻影、14でブロックです。いっぱい思想したからよしとするのだ。ターンエンドなのだ。私のターン、アンタップ、アップキープ、時間カウンターを1つ取り除きます。1個取り除くたび重宝位置を行う。ライブラリトップ1枚チラリ、さっき見たのでそのままで重宝を行ったので、ミルクと思考つなぎの幻に1カウンターを1つ、ドローステップ、ドロー、2マナインスタント、情報収集、重宝2を行う。チラチラ、トップのままでカードを1枚引く。墓地にクリーチャー全然落とさねえじゃん。そういう時もありますわよ。重宝を行ったので、ミルクと思考つなぎの幻に1カウンターを1つ、セットランド、統率の塔、コンバット、飛行威迫の68統率者は紬さんに、99と31威迫はゆかりさんに、宝物1つ生成。99はワンちゃんでブロック、31は通します。紬さんに統率者6点、ゆかりさんに3点ダメージ。よくも私のワンちゃんを。冤罪ですわ。僕とメタンはボルカドロー。みんな騙されるな。この豆が黒幕だ。ターンエンドですわ。密輸人の分け前、メタンが2枚引いてるからワンドロー。アッシュのターン、アンタップ、ドロー、コンバット、22の変異でズンダモンに攻撃、ブロックしたら死ぬぜ。おとなしく攻撃通しな。それは交渉じゃなくて脅迫なのだ。どうすのだ。レンジャーカーストタップして表向きにするよ。じゃじゃん、皇帝ヘルカイトでした。上でっか。表向きになった時
時ライブラリからドラゴンを1枚手札に6点ダメージ、表向きになったクリーチャーが戦闘ダメージ与える旅ワンドロー、2マナで身代金要求を生贄に選ぶモードはワンドロー。ここまでやっても土地引けないのか、2マナクリーチャー住処の防御者、ターン終わり。密輸人の分け前、紬が3枚引いてるからワンドロー。手札オーバー1枚ディスカード。私のターン、アンタップ、アップキープ、モルスカが誘発、調査を行います。手がかりトークンを1つ生成、もう1つ手がかりトークンを生成、ドローステップ、ドロー、平地をセットして4マナクリーチャー、双子勝者、アドリックスとネグ、トークンが2倍出る、いいカードです。早期コストで2マナ、波ふるいが戦場に出た時2回調査をします。トークンは2倍生成されるので、手がかり4つ生成、早期で唱えましたので、戦場に出た時生贄に捧げます。2マナアーティファクト、団結のタリスマン、コンバット、2発6 7のモルスカで紬さんに攻撃。どうすよ。統率者6点ダメージ。僕とゆかりはボルカドロー。2枚目を引いたのでモルスカに11カウンター2つ乗せます。ターン終了です。ゆかりが2枚引いてるからワンドロー。精神石1マナ起動、生贄に捧げてワンドロー。そしてターンもらうのだ。僕のターン、アンタップ、ドロー。誠意のと僕の手札上限はなくなるのだ。2マナアーティファクト、秘技の印鑑、コンバット、24ボルカでメタンに攻撃。1対に容疑をかけるのだ。皇帝ヘルカイト、前が犯人だ。アーシは何もやってね。当然14ブロックですが、メインズ3マナクリーチャー、先導するアリさん、ターンエンドなのだ。終了ステップにアリさん誘発、全員自分のクリーチャー1対に11カウンターに置いていいのだ。そのクリーチャーは思想されるのだ。僕はボルカを対象に、すでに思想されてる思考つなぎの幻に、すでに思想されてる皇帝ヘルカイトに、すでに思想されてるモルスカに。そうクリーチャー増えなかったのだ。終了ステップ中、俊足を持ってるように唱えてもいいので、4マナクリーチャー、黄昏の預言者、パーマネント12個あるので昇連達成、都市の承認を得ます。私のターン、アンタップ、アップキープ、時間カウンターを1つ取り除きます。1個取り除くたび、情報位置を行う。ライブラリトップ1枚チラリ、島です。墓地に送ります。情報を行ったので、ミルコと思考つなぎの幻に11カウンターを1つ、黄昏の預言者、都市の承認を持っているので、ライブラリートップ1枚公開、手札に加える。そのマナ総量分、各対戦相手からライフチュッチュ、沼でした。0マナですのでノーチュッチュ、ドローステップ、ドロー、セットランド、沼、5マナクリーチャー、叫び大淵、戦場に出た時、アーティファクトでも黒でもないクリーチャー、1体を対象としそれを破壊する。そうかけまくってるねリーボルカを破壊します。なんてことしやがるのだ。コンバット、12、12は紬さん、7、9飛行位白統率者と3、1位白はゆかりさん。大持ち1つ生成。2人真珠の達人でブロック。私は通します。ゆかりさんに合計10点ダメージ、ターンエンドですわ。アッシュのターン、アンタップ、ドロー、1マナエンチャントオーラ、ハンモ、森にエンチャント、追加の緑マナが出るぜ。コンバット、飛行威迫の皇帝ヘルカイトでネタン先輩に攻撃。通しましょう。8点ダメージ、ターン終わり。私のターン、アンタップ、アップキープ、モルスカが誘発、調査を行います。手がかりトークン2倍生成、追加の調査、もう2つ手がかり生成、ドローステップ、ドロー、森をセットして2マナ起動、手がかりトークンを生贄に捧げ、バンドロー、モルスカ誘発、2枚目のカードを引いたので11カウンターを2つ乗せます。3マナアーティファクト、リラクサ農法、生体武器ですので00サイキークリーチャーを生成して装備、エンチャントゼロ、アーティファクト13個あるので13、13修正、2マナ、リラクサ農法をモルスカに装備。化け物ができた。3マナクリーチャー、月間最優秀探偵、パーマネント10個以上あるので都市の承認を得ます。都市の承認を持ってる限り私の探偵はブロックされません。そしてモルスカは探偵を含みます。この意味わかりますよね。奴が殺人犯だ。コンバット、さあ一人ずつ消えていただきましょう。さよなら、メタンさん。かやまるな、よせ、やめろ。わあ、無念ですわ。よくもメタンを。絶対許さねえのだ。次はあなたの番です。ターン終了です。ゆかりが2枚引いてるからワンドロー。僕のターン、アンタップ、ドロー、再度行くのだ。統率者税込み6マナ、衝動的な告発人、メリーボルカ。なんとかして速攻をつけたいのだ。これでいけるか。処刑者の要塞をプレイ。処刑者の要塞を2マナ起動。対象1体はターン終了時まで20修正と警戒速攻を得る。コンバット行くのだ。44ボルカで紬に攻撃。1体に容疑をかけるのだ。飛行を持ってる13エルドワルの将校、前が犯人だ。あらら、飛行ブロックできなくなっちゃいました。ブロックしてニーニーと2日で打ち取るよ。やべ、部活だったのだ。破壊されるならゆかりに攻撃したらよかったのだ。カウストとスミカの防御者破壊。ターンエンドなのだ。アリさん誘発、
11カウンターに置いてよいのだ。僕はアリさんにコーペヘルカイトにエルドワルの将校にアッシュのターン。かなり厳しい状況だけど、このデッキにはジェストの石が入ってる。それさえ引ければなんとかなるぜ。アンタップ、ドロー、ダメか、コンバット、ゆかりさんに10点。ライフ少なくなってきましたがまだ大丈夫。ターン終わり、1枚ディスカード。私のターン、アンタップ、アップキープ、モルスカが誘発、調査を行います。手がかりトークン2倍生成、追加の調査、もう2つ手がかり生成、ドローステップ、ドロー、コンバット、さよなら、つむぎさん。クソ、さようないよ、うわー。今回ちょっと引きが弱かっただけ、次は負けないもん。僕の紬を絶対許さないのだ。半分あなたがやったようなものですけどね。積んだもんはカウンタースペルを持ってそうですね。突撃したら痛い目を見る気がします。これならどうでしょう。4マナエンチャントオーラ、使いた製法、アップキープにエンチャントしてるアーティファクトをコピー生成、同じ名前を持つ8個以上のアーティファクトを所持していれば、私はこのゲームに勝利します。何それ強すぎない？手がかりいっぱいあるので、次のターン特殊勝利ですね。太陽の指輪にエンチャントしとこっと、ターン終了です。僕のターン、アンタップ、ドロー、まずいのだ。除去が手札にないのだ。ブロッカーも多くてライフも減らしきれないのだ。ここはワンチャンスにかけるしかないのだ。6マナクリーチャー、原初の嵐、エターリ、予定者の要塞を2マナ起動、エターリに20修正と警戒速攻、コンバット、戦闘開始時、2人以上のプレイヤーがゲームに敗北していた場合、偽装や容疑がかけられてるクリーチャーのコントロールを得るのだ。クリーチャー頂きなのだ。これはまずいかな。いや、ブロッカーは足りてますね。エターリと奪ったクリーチャーで攻撃なのだ。エターリが誘発、全員ライブラリートップ1枚追放。僕はその呪文をノーコストで唱えても良いのだ。鋼のヘルカイトだったのだ。まずい、このデッキには国別が入ってます。はい、ノリー。外れだったのだ。鋼のヘルカイトを唱えるのだ。ブロックして、エターリは34ブロック、自白のモルスカは22ソネイさんでブロックです。私のコントロールから離れたので、ブロック負荷ではなくなってます。飛行3号は投資です。クリーチャー3体破壊、3点ダメージ、ずっと届かなかったのだ。ターンエンドなのだ。アリさん誘発、11カウンターに置いてよいのだ。鋼のヘルカイトにクリーチャーいません。クリーチャー返すのだ。私のターン、アンタップ、アップキープ、使いた製法、エンチャントしてる太陽の指輪をコピー。その効果だけでも強いのだ。メインは次です。同じ名前のアーティファクト8個以上あります。条件達成、特殊勝利です。勝利条件緩すぎるのだ。除去されたら危なかったです。私の勝利です。